まあミックスっていうこともあって、例えばちっちゃい頃からもうご飯食べ終わったらみんなで歌って踊るみたいなとか、そういう環境で育ってきたので、歌とかダンスとかっていうのはすっごく好きだったし、身近にあった。でそれでいわき市に移り住んでからは、まずはピアノを習わせてもらって、でそこでね、絶対音感があるっていうことがね発覚して、これ調子いいじゃんと思ってでますます音楽にのめり込んでいって、でピアノをやめた後は小学校に上がってからは吹奏楽部があったので、もう真っ先に入りたいって言ってそこに入ったら、アリスが通ってた小学校は吹奏楽部はもちろんだけどマーチングバンドもやっていて、結構強かったの。人数は少ないんだけど結構強くて、だからそこでパーカッションを担当してましたね。小学2年生の頃にたまたまテレビで見た「天使にラブソングを2」っていう映画があるんだけど、あれがもう衝撃でそこからママにもうビデオ欲しいってお願いして買ってもらって、もう擦り切れるぐらい毎日見ましたね。もうそれがアリスの歌をやりたい、目指したいっていうきっかけになりました。天使にラブソングを2に出ていたローリー・ヒルに憧れて歌手になることを決めたんだけど、まずはジャンルっていうものがあるじゃない、音楽には。どのジャンルが自分は好きなんだろうとか、そういうロックとか R&B とかポップスとかいろんなジャズとかいろんな音楽を聴いてみたの。でもそしたらやっぱりアリスは R&B とポップスとヒップホップ、ここのブラックミュージックと言われるカルチャーがすごい好きで、そこにのめり込んでいった。であとは自分が大好きなアーティストのモノマネをたくさんしてハイブリッドになろうみたいな感覚で、いろんなアーティストの自分が欲しい声質、自分が欲しいテクニックを毎日練習して今の自分の声を作り上げたっていう感じかな。曲を実際に作り始めたのは中学校の頃からなんだけど、例えば2パックとかのカリフォルニアラブとかのインストゥルメンタルに自分で歌詞とメロディーを乗っけて書いてみたりとか、そういう風に既存の曲、好きなアーティストのインストで自分なりの曲とメロディーを書くっていう練習をすごいしてた。あとは高校生になってからはオリジナルも作れるようになってきたから CD にそれを吹き込んで、地元にあるその FM いわきっていうラジオ局があるんだけど、そこに学校帰り制服のまんまダン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 ってこれよかったら聞いてくださいって言って、もう名前と電話番号だけ書いてお願いしますって渡しに行って、でそしたら後日ね連絡が来て、インタビュー込みでラジオ番組に出演させていただきましたね。もう FM いわきはそこからの、つながりで、今ではねアリスの番組まで持たせていただいているので本当にお世話になってるラジオ局です。そう、高校生の時はね結構もう歌手になる、絶対なるんだっていう気持ちしかなかったから、別に部活とかもやってなかったし、もう歌一本でやってたので、ママがすごい協力してくれて、ありちゃんこういうオーディションあるよ、これもあるよとか言っていっぱいオーディションの案件持ってきてくれて敏腕マネージャーと貸してたね、だから結構オーディション受けてました。はい。いわき市が結構その地元のタウン市とかなんか精力的にやってるんですよ、イベントとかも。いわき市でやってるイベントとかも結構あって、そういうところに出させていただいたりもしてましたね。まだデビューする前とかもオリジナル曲なんて1個2個ぐらいしかなかったのに歌わせてもらったりとか、あとはなんかね、一番印象に残ってるのがこうサビをこうバーンって歌った時に後ろでカジキマグロが上がったすごいでしょ。そういうね面白いライブとかもたくさんあって、いい経験を高校生のうちからさせてもらってましたね。高校卒業してからはだいたいみんなが車の免許とかね取ってる間に東京に行って歌手になるってもう決めてたから、
ママと一緒に家探したりとかして上京しました。18歳で上京して、でそこからはね一人暮らしを始めたんだけど、でやっぱりねホームシックになるんですよね。でその頃は結構東京でもつながりをこう自分で作ったりしてオリジナル曲を制作したりしてたんだけど、でそんな中でちょっとホームシックになりかけてた時に福島いいなーってちょっと地元のこととか考えてて、上京した時ってねアリスバスで上京したんだけど、そのバスの一番光ってる星がすごく印象的で、上京してきて今ホームシックだけど絶対この東京で夢を叶えるんだって、あの一番星みたいに輝くんだって思いで書いた曲が後々ねアリスのデビュー曲「一番星」になるんですけど、そんな曲がだから18歳の頃に生まれました。でちなみに上京してからは「アリス・イン・ワンダーランド」っていう曲にも書いてあるんですけど、歌詞の中に時給がまず全然違くてアルバイトをしてたんですよ。カラオケ屋さんでアルバイトしたり、あとはファストフード店でアルバイトしたりとかしてましたね。すごい楽しかったです。それもそれでいい刺激になって、はい。